はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で2022年6月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。6月は14日から Steam Next Fest、24日からはサマーセールとイベントが目白押しです。そして6月の新作はホラー作品がすごく多いんですね。海外でも6月7月はホラーな季節なんですかね。あと本日より6月20日の午前2時まで Steam 無料プロモーションでアークサバイバルエボルブがタダで手に入るのでチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにアメリカンシーフ 80s。 フォロワー数は4500人。80年代を舞台にした泥棒シミュレーター。人気泥棒ゲームシーフシミュレーターの開発元が手掛けた作品です。本作はレトロ感あふれる80年代のアメリカが舞台。腐敗と犯罪に満ちた街でプレイヤーは泥棒となって住宅や店舗で小さな盗みを繰り返し腕を磨き、果ては銀行や美術館など大きな獲物を盗み出す大泥棒を体験できるゲームです。物語は怪しげな依頼主の指示に従ってターゲットとなるアイテムを盗み出すことが目的。住人や警備員に見つからないようにあらゆる手段を活用して家に侵入し、目的のアイテムと要のものを盗んでいきます。盗んだアイテムは質屋に売りさばき、仕事に役立ちそうな道具を購入し、さらなる仕事に取り掛かります。また、盗みを働くことで経験値を獲得でき、レベルアップで得られたスキルポイントを消費してキャラクターを強化することもできます。裏の世界で活躍する泥棒を体験できる泥棒シミュレーター。無料プロローグ版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。アメリカンシーフ 80s は2022年6月15日リリース予定日本語対応の作品です。ネオンホワイト。フォロワー数は5800人。天国から悪魔を絶滅させる一人称視点のアクションシューター。プレイヤーは地獄から送られた暗殺者ネオンホワイトとして天国の永住権を得るために天国にはびこる悪魔を一掃する一人称視点のアクションシューターです。天国での永住権を狙うのは主人公だけではなく他の暗殺者としのぎを削ることになります。ゲームはハイスピードで展開するスピードランにカードゲーム要素を加えたものになっており、武器や能力アップとして使用できるソウルカードを集めて誰よりも早くステージクリアを目指します。ソウルカードを使用して刀やピストル、マシンガン、ロケットランチャーなど様々な武器で敵と戦うことができます。またカードを捨てることで高速ダッシュや多段ジャンプなど特殊なアビリティが発動します。こういったソウルカードの能力をうまく活用しライバルたちに差をつけましょう。ネオンホワイトは2022年6月16日リリース予定日本語対応の作品です。オーバーロードエスケープフロムナザリック。フォロワー数は4090人。小説やアニメで人気を博したオーバーロードの 2D アクション。オンラインゲームの世界を舞台にした異世界転生系の物語が描かれたオーバーロードの登場人物クレマンティーヌを主人公に原作者丸山久我根氏による監修のもとオリジナルストーリーとして登場。物語は原作の主人公アインズと激闘を繰り広げたクレマンティーヌがナザリック地下大墳墓で復活し、アインズによる恐怖の実験に強制参加させられるといったイフストーリーが描かれています。ゲームは記憶や能力、武器など全てを失ってしまったクレマンティーヌがナザリック地下大墳墓を探索し、失われた記憶を集めつつ超人的なパルクールアクションを駆使して地上への脱出を目指す物語。オーバーロードシリーズを知らなくても楽しめる本作ですが、原作のファンならばさらに物語を深く味わえる作品になっているとのことです。オーバーロードエスケープフロムナザリックは2022年6月16日リリース予定日本語対応の作品です。ホラーゲームです。オキサイドルーム104。フォロワー数は280人。寂れたモーテルを舞台にしたホラーアドベンチャー。一人称視点で展開する本作はガソリンを補給するため道路沿いにある古いモーテルへ立ち寄った主人公マシュー。何が起きたのか分からぬまま気がつくとなぜか裸で傷を負い104号室のバスタブの中だった。状況が把握できないままこの恐ろしい場所から脱出するためモーテル内を進んでいくといった物語。
モーテル内にはこの世のものとは思えないクリーチャーが徘徊しており、モーテルに潜む脅威によって死ぬたびになぜか104号室のバスタムで目覚めることになりますが、モーテルの状況はプレイごとに変化していきます。この状況を解決するには多くの選択肢と方法が存在し、行動と決断によってたどり着く結末は複数にあるマルチエンディングシステムになっていますが、無事に脱出できる方法は一つだけ。ハイモーテルでの恐怖を描くサイコロジカルホラー、オキサイドルーム104は2022年6月17日リリース予定、日本語対応の作品です。レッドアウト2、フォロワー数は2280人。F0 ライクな近未来レーシング。常に路面から浮いているホバー機体を操り、時速800キロの超スピードで走行するレーシングゲームです。シングルキャンペーンでは36にも及ぶユニークなコースと数百のレースイベントを収録し、12種類の異なる機体からスタビライザーやエンジンなどのパーツを自分好みにカスタマイズし、勝利を目指します。マルチプレイでは最大12人のオンライン対戦に対応し、定期的に追加されるカスタムコンテンツやシーズン制の報酬なども実装されるとのことです。レッドアウト2は2022年6月17日リリース予定、日本語対応の作品です。サナビ、フォロワー数は5180人。2D ワイヤーアクションプラットフォーマー。タイトルはサナビ、ゲーム中ではサンナビ。読み方がちょっとわからない本作は、サイバーパンクなディストピアを舞台に退役軍人である主人公が街を支配する巨大企業の秘密を探り、娘を殺したサンナビへの復讐を果たす物語。突然の停電でメガシティマーゴでは市民が失踪し、街は大混乱に陥っていました。プレイヤーは右腕の義手に装着された巨大なチェーンフックを駆使して崖や高層ビルを飛び越え、ミッションの途中で出会うハッカーのマリと共に街で起きた事件の真相を明らかにしていきます。ゲームはチェーンフックを使ったワイヤーアクションが特徴で、壁や天井につかまり壁をよじ登ったり、振り子で壁を飛び越えたりとアクロバティックなアクションが繰り広げられます。体験版は日本語未対応でコントローラーにも対応しておらず、私もそうですがキーボード操作でのアクションゲームに慣れていない方は結構苦戦するゲームになっています。サナビは2022年6月21日リリース予定、日本語対応の作品です。フォビア、聖ディンプナホテル。フォロワー数は2800人。超常現象を体験するサバイバルホラー。ブラジル南部の小さな町トレゼ・トリルハスで起きた少女の殺害事件以来、不可解な出来事が続いている聖ディンプナホテルを舞台に、新米ジャーナリストの主人公ロベルトがホテルに隠された過去を暴きながら襲い来る数々の超常現象に立ち向かうホラーアクションアドベンチャーです。暗視装置のようなカメラを使うことで過去や未来の風景が見られるようになり、それを活用し謎を解いて先へ進んでいきます。どうも逃げるだけのゲームではなく、銃を使った戦闘要素なんかもあるみたいです。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。フォビア、聖ディンプナホテルは2022年6月29日リリース予定、日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。スケルトンクルー。フォロワー数は1930人。舞台は混沌から湧き出したモンスターによって絶滅の危機に瀕している世界カルパティア。プレイヤーは人類が生き残るため唯一の希望となる存在、ヨーマン・エルドリッチのメンバーとなってモンスターの大群からこの世界を守り抜くといった物語。ゲームは最大4人で遊べる協力型のマルチプレイヤープラットフォーマー。それぞれに特徴のある12人のゴシックヒーローたちは基本攻撃のほか、気絶した敵や落ちているアイテムなど狙いを定めて蹴り飛ばし、敵にぶつけたりギミックを動かしたりとちょっと変わった遠距離攻撃ができるのが特徴です。多数の敵やステージボスと戦い、武器やアイテムをアンロックしてカルパティアを救いましょう。スケルトンクルーは2022年6月16日リリース予定、日本語未対応の作品です。スターシップトゥルーパーズテランコマンド。フォロワー数は40500人。映画スターシップトゥルーパーズの世界を舞台にしたリアルタイムストラテジー。機動歩兵を指揮して昆虫型宇宙生物アラクニドバグズの脅威と戦っていく作品です。ストーリーキャンペーンでは砂漠の採掘惑星クアラショを舞台に、アラクニドバグズの出現によって生活を虐げられた人々を救うために様々な部隊を率いて惑星を取り戻す戦いに挑みます。
また戦場で迫られる選択肢や戦闘結果はその後のストーリーとミッションの方向性に影響を与えていくことになります。進軍するだけではなく基地や施設を防衛するタワーディフェンス的な戦闘も楽しめます。スターシップトゥルーパーズテランコマンドは2022年6月17日リリース予定日本語未対応の作品です。ボーンパンク、フォロワー数は900人。未来のデンマークを舞台にしたサイバーパンクアドベンチャー。物語の舞台は2155年、バルト海に浮かぶ古風な島ボーンホルム。企業連合コングロマリットが建設した驚異の技術宇宙エレベーターによってボーンホルムは世界の大国と肩を並べるほどの巨大な大都市になっていました。物語はボーンホルムに住む3人の主人公の視点で展開。巨大企業に雇われていた元ハッカーの EV、 ボーンホルム最大の企業の CEO マリポサ、そして自分をギャングスターラッパーだと思っているアンドロイド。何の接点もなさそうな3人の共通点は自身のサイバーデッキ、脳とコンピューターが一体化したいわゆる電脳が謎のウイルスに感染していること。この謎のウイルスに取り憑かれた3人は自分たちを救うため、そしてこのウイルスの真の目的を探っていくうちに人類の未来に関わる事態に巻き込まれていくといったサイバーパンクスリラー。ボーンパンクは2022年6月18日リリース予定日本語未対応の作品です。アンビルサーガ、フォロワー数は2670人。鍛冶屋経営シミュレーション。100年戦争真っ只中のヨーロッパを舞台に鍛冶屋を経営し、イギリスとフランスの兵士から山賊、商人、神父といった様々な客の要望に応えるとともに、従業員を管理し設備や道具を改良してより良い商品を作り出し鍛冶屋を拡大していくといったゲームです。病気で亡くなった父の後を継いで鍛冶屋となったアーサーは身分の違う商人の娘オリビアに一目惚れし、彼女と結婚するために奮闘する物語。鍛冶屋としてのスキルを鍛え従業員を雇い名声と評判を高めていく。時折発生するイベントでは選択肢によって顧客との関係や、さらにはイギリス軍、フランス軍または山賊といった派閥との友好関係に影響を与え、一つの勢力に肩入れしすぎると予期せぬ出来事が起こるかもしれません。鍛冶屋となって富と名声、そして愛を手に入れる経営シミュレーション。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。アンビルサーガは2022年6月21日リリース予定日本語未対応の作品です。マーゴ、フォロワー数は5170人。レトロ感漂う魔法使い 2D 横スクロールアクション。プレイヤーは魔法使いとなって魔法の杖を振り回し、愛する姫を魔王から救い出すべくドット絵で彩られたカラフルな世界を冒険していくレトロアクションです。フィールドマップからステージを選択してクリアを目指すタイプのゲームシステムで、アクションはスーパーファミコンのマリオのようにダッシュやジャンプで敵を踏みつけたりしてゴールを目指していくゲームです。ステージによっては強制横スクロールやタイムアタックなど多彩な仕組みのステージを楽しむことができます。またフィールドマップにある街ミュージカリアでは個性豊かなキャラクターに出会えたり、魔法の杖のアップグレードやコスチュームなども購入することができます。体験版のマーゴ・ザ・バリアンズバーガーはなぜか日本語に対応しているので、もしかすると本作も日本語に対応するかもしれません。マーゴは2022年6月22日リリース予定日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で2022年6月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介しました。6月は14日から Steam Next Fest、24日からサマーセールなので注目です。Next Fest では体験版遊ぶ予定にしています。あと本日より6月20日の午前2時まで Steam 無料プロポーションでアークサバイバルエボルブがタダで手に入るのでチェックしてみてください。サマーセール前でセール商品が少ないと思うので1週間限定セールの動画はサマーセール明けまでお休みさせていただきます。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日の良い一日でありますように。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。